はい、神木です。今回はですね、以前から本当にですね、たくさんの声をいただいておりました、このワンピース研究部屋ですね。これのですね、全貌を見せてほしいっていう声がたくさんありましたので、その紹介動画を撮っていこうと思います。いろんなね、歴代の書籍とか、貴重なグッズとかもたくさんあると思いますので、ぜひですね、見ていってもらえればなと思います。で、今いるのがですね、ここが2階なんですね。一軒家の2階にこのワンピース部屋っていうのを改築して作っておりますので、その入り口の向こうからですね、今から撮っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ここが2階ですね。階段上がってきたとこです。で、昔ですね、ここの先っていうのは階段の上のですね、吹き抜け部分になってたんですよね。で、そこを、床を引いてもらってですね、ワンピース部屋にしてもらいました。入っていきましょう。で、この扉も作ってもらいましたね。テーマがですね、ワンピースのサウザンドサニー号の一室みたいにしてほしいということで、この扉もですね、窓もですね、丸くして、ここから小田さんのサインとかが見えますけども、こんな風にですね、船をイメージして作ってもらいました。入っていきます。だからいつも撮影しているところですね。で、ここにですね、いろんなものがありますので、今からですね、ずっと時計回りにちょっと紹介していきたいと思います。はい、ここは、入り口の真上ですね。これはですね、麦わらの一味の声優さんたちの直筆のサインですね。これ検証で当たりました。で、この辺はですね、僕は好きな、ポスターを貼ってます。これ田中真由美さんからのサインですね。ありがとうございます。で、この辺も好きな、やつですね。で、この後ろ部分はですね、言ったらあんまり、完成させてないんですよね。ワンピースっていうのはまだまだ続くんで、ワンピースが完結した時に、完成するっていうのをイメージしているので、まだ後ろはあんまり組み立ててません。天井もですね、床も全部木にしてもらって、船の一室をイメージしてます。で、この辺もですね、これもグッズですよね。で、僕はもう小田さんの本、書いたものが大好きなので、小田さんにまつわるものが多いですね。で、こういったもの、いただき物とかは大事にとってます。フィギュア関係ですね。自分ではあんまりフィギュアは、取らないんですけど、いただいたものはなんか特別なんで全部、大事にとってます。これですね、皆さん持ってますかね？第1話の複製原画なんですけど、これ一番コストパフォーマンスがいいと思いますね。もう感動しますよ、これ。めくっていったらですね。で、この辺ワンピース10とかですね。メリー号、サニー号ありますけど。いろんなものがありますね。ワンピース歌舞伎の曲ですね。手と手。めちゃくちゃいいですよ。これはドリカムですね。またねとか。これ一番最初のワンピースですよね。VHS ですね。で、この辺も全部夏コミとか、映画の特典とかですね。いろいろあります。この海外のワンピース10、台湾ですね。これもそうですね。海外でしか手に入らなかったやつですね。台湾。これはですね、台湾のワンピースファンの方にいただきましたね。で、こっち行きます。これはですね、エステ・デュポンですね。これですね、これだけまだ僕手に入れてないんですよ。ライターとかですね。100何万するんで買えなかったやつです。今でも欲しいですけどね。はい。で、これは99人の壁に出た時の、この席のですね、とこにこう立てとくやつですね。ワンピース。はい。こういうのも全部思い出ですね。これは東日本大震災の時ですね。書店さんでやったチャリティーのやつだったですね。これ皆さん持ってますかね。これツイッターキャンペーンやったですね。もうこの辺は全部、ファラオンって言ってですね、小田さんが書き下ろしたキャラクターですね。ジャンプフェスタのためだったかな。ファラオンいます。で、これも全部書き下ろしですね。ワンピース10。ワンピース歌舞伎ですね。で、これは小田さんがですね、菅原文太さんのところの農場とコラボして作ったお控えのやつですね。で、ここにマニア、3体ですね、携わらせてもらったフィギュアとかですね、後ろには歴代の編集の方のサインをいただいております。はい。で、この辺はですね、映画のパンフレットでしょ。それで、もうここにはですね、もういろんな、ここめちゃくちゃ貴重なんですよ。特に新聞がいっぱいあってですね、当時の新聞なかなか手に入れることができないんで、小田さんがインタビューに答えていらっしゃったもの
っていうのはこの辺にたくさんあります。だからジャンプフェスタのですね、歴代のパンフレットとかもありますね。いろいろあります。結構もう整理整頓ができてないんですけど、雑多に置いてます。自分では大体ある場所が分かってるんですけど、ここにですね、面白い発見とかがいっぱい詰まってますね。はい。で、後ろに行くと、この辺は、グッズですね。スタンピードとか、Z とか、ゴールドとかですね。パンダマンとかですね。こんな感じですね。はい。これはですね、ホコタテっていう番組に出た時に、書いていただいた、これレプリカですけど、作品か小田さんが書いてもらったものですね。この銃とかはですね、ワンピースの世界観になんか似てるんで、あるといいなと思って、こういうのは積極的に買ってます。ですね。この辺も、なかなか貴重なサインばっかりだと思います。でこの絵好きなんですよね。麦わらの一味がですね、2年後になった時にですね、2年後になる前か、小田さんがですね、これ描くのが最後になるだろうと言って描かれた絵なんですよね。2年前の麦わらの一味の集合絵。大好きなんですぐ見えるところに貼ってます。ですぐ下に行くとですね、もうこの辺はですね、もう収めきれないっていう感じですよね。どう収めたらいいんだろうっていうのばっかりなんですけど、この辺は夏コミの特典とかですね。これはホコタテ、さっき言ったテレビ番組に出たみんなの写真を飾ってますね。いただいたフィギュアとか。この辺はビブルカードですね。僕はビブルカードはこれあんま入れないんですよ。っていうのも通勤途中とかにこの2冊とかを取って、行ってですね、バスの中でこう読み返したりするんで、持ちやすいように、入れてません。なんで結構ボロボロなんですよね。僕の単行本とかビブルカードっていうのは読み潰すようにしてるんで、なかなかボロボロです。もうこの辺はですね、もう小田さんが大好きな方はこう今スクショしてもらってですね、もうこの辺を買えば絶対面白いのがいっぱい載ってると思います。はい。ですね、この辺ワンピースのいろんな本ですよね。ワンピースが関わった本、小田さんが関わった本ですね。はい、もう全部そうですね。小田さんの対談とかですね、帯コメントですね。こう、鼻角とか帯コメントだと思いますけど、こういった、ちょっと壊れてるな。こういったのですね。もう全部とりあえず対談とかですね。僕の場合は。この辺もそうですね。この辺も小田さんばっかりですね。はい。もうこの辺はですね、これとかは、これ小田さんがですね、違う雑誌で答えてた、おばあちゃんにですね、小さい時買ってもらったっていう本とかですね、白い馬とかチリンの鈴もカラーウォークの最初にですね、明かされたと思うんですけど、柳瀬隆さんのですね、本ですけど、これをちっちゃい時読んでたっていうことをおっしゃってたんで、買ってます。そういうのは全部買ってますね。でここからなんかわかるかなと思いながら読むんですけど、これで分かった試しないですね。好きで買ってるって感じですね。この辺もワンピースに関するいろんな本ですね。はい。で、下も入りきれなくなったジャンプですね。この辺ですね。もうジャンプはですね、たくさんあります。たくさんあるんです。たくさんあるんですけど、収まりきらないんで、違う部屋にですね、でっかい段ボール8箱分ぐらいは、違う部屋にあります。ちょっとね、インタビュー本とかもあります、そこに。なんで、これで全部じゃないんですけど、大体ここの部屋に置いてますね。で、正面行きます。正面の上はですね、これもいろんなポスター貼ってますね。で、ここもまだまだですね、完成はまだまだ先じゃないですかね。ワンピースが終わってから、固めようっていうところですけども、とりあえず貼ってます。これ小田さんの手ですね。これ昔読売新聞に載った時ですね。2010年だったですかね。それぐらいの時期に正月号で載せられた手形を貼ってますね。で、これは番組でいただいた時の小田さんのサイン。これはもちろんですね、ここに置いてたら盗まれたら怖いんで、金庫図で複製にしてもらって、本物のやつはですね、金庫に収めても絶対取られない場所に置いてますね。なんでこれレプリカなんですよ。すごい成功なレプリカだと思います。ね、この辺はもう、これキングダムとコラボした時のソーシャルキングダムっていう企画だったですね。小田さんが一コマ書いたんですよ。もうこれね、好きなんですよ。もう小田さんが全く別の漫画を描いたように思わせてくれる一コマなんで大好きなやつで飾ってます。で、これは第1話ですね。第1話が載った1997年34号。で、すぐサインがあってすぐ横に最新号を置くようにしてます。なんでワンピースが終わった時にはここが完成されるって感じですね。はい。で、ここはですね、
付箋とかですね、SBS 用のハガキがあります。で、だーっともう、この辺はもう皆さん持ってるような感じだと思いますけども、たくさん並んでます。で、よく聞かれるのがですね、こういうですね、分けるやつはですね、総集編っていうのがあるんですよ、これ。これのですね、途中からの特典についてますので、欲しい方はですね、それ買って、総集編もですね、めちゃくちゃ面白いんで、いろんな発見を見つけやすいので、ぜひ、買ってください。面白いですよ。はい。で、いきますね。この辺はさっきの箱と、大体ですね、この椅子に座って、ワンピースを読む、研究をよくしてますけど、ここはですね、もういろんなものを、データですよね、とりあえず。もう書いて置く。書いて置くって感じですね。なんで、例えばこれとかは何が書いてあるかな。なんか、これはもう、ゾンビの仕分け番号とかですね、スリラーバックのゾンビの仕分け番号とかを覚えようとしてたんでしょうね。なんかいろんなものを書いてます。これですね、歴代の、小田さんのジャンプの目次コメントですね、をファイルにしてます。全部あります。そういうのがいっぱいあります。データがですね。これも、同力値とかなんか書いてますね。なんかそういうのがいっぱいあります。この辺はデータですね。書いたものを貯めとく。覚えるために書くって感じですね。で、この辺にいつも今度読もうみたいな感じで置いてる。まだ読んでないですよ、僕。と、最新号のジャンプを手元に置いてます。で、ここは携わらせてもらったワンピースマガジンですよね。たくさんこっちも発見がありますので、ぜひ皆さん買ってください。で、机の上にはお気に入りのものをですね、これもいただきましたね。ありがとうございます。これハローワンピース店で明かされたですね、というか売られた時計ですね。これははじめ狛犬って言って、91巻ですかね、の、作者コメントのとこで書いてあったと思うんですけど、はじめ狛犬。最初は狛犬ですね、こんな感じだったらしいです。なんかみんな、わかんなくて、その時ネットもないから、こんな感じらしいよっていうのを全国で狛犬を作れってなった時に、話だけが広がって、こんな変なですね、はじめ狛犬っていうのが広がったらしいです。で、これもですね、いただいたんですよね。ワンピースファンの方にですね、すごくありがたいです。これもめちゃくちゃ限定ですね。金のマグカップ。とかもこの辺はペンですね。とりあえずもうよくメモをするんで、付箋とですね、こういうメモ帳っていうのは欠かせないですね。で、もうペンで何か思いついたら書く。面白い発見があったら書く。これ熊本復興の絵ですね。ピストルはさっきみたいにワンピースの世界観がなんか感じられるんでずっとお気に入りで置いてますね。もうこの辺はもうファンブックとか総集編ですよね。バーっと並んでます。この辺も付箋がいっぱい並んでます。これは面白い発見とかですね、覚えておきたい数字系をずっと貼ってます。で、いざですね、数字の問題がなんかあるっていう機会ですね。皆さんもあると思いますけども、その時にはですね、バーっとそこの付箋だけを読み返して、数字だけをずっとですね、追っていくっていう感じですね。はい。で、こっちですね、入って右側部分行くとですね、これはマニアフィギュアのサインですね。皆さん制作に携わった方のサインですね。で、これはですね、ゴムのような子が生まれてきますようにっていうのは、こっちのサイン色紙の裏にですね、小田さんが書いてくださったんですよ。それもですね、コピーしてそこに複製としてこれを飾ってます。で、この辺はですね、なんか関係がないんじゃないかなと思われるんですけど、全部小田さんが関わった、気候イラストとかが載ってる本ですよね。大好きなカラーウォークですね。これはしょっちゅう見返します。ここもたくさん面白い発見とか。絵が単純に素敵なんで面白いですね。で、この辺はですね、もう本当に、小田さん関わったインタビューされたものですね。全部紹介したいんですけど、できないんで、ですね、バーッとめくっていきますね。欲しい方はぜひスクショしながら持ってないわっていうのは買ってみてください。面白い発見があると思います。ですね。この辺ですね。全部いいんですよ。はい。で、この辺もですね、しょっちゅう読んでるんですけど、かなり雑多になってますね。もうこの辺にもいっぱいあるんですよ。なんかいっぱいありますね、本当に。昔からの本ですね。また動画でいろいろ紹介していくと思いますけども、こういった感じですね。この辺は貴重っていうか、今じゃなかなか手に入んないのがいっぱいありますけどね。でもとりあえずもうジャンプがもう山ほどありますね。ジャンプが山ほどあって、この辺はですね、皆さんどう飾ってます？飾り方がわかんなくて、とりあえず置いてるっていうのもいっぱいあります。
これですね。ショッパーですね。麦ストとかの。はい。で、これもすごく困ってますね。新聞ですね。これ47都道府県とコラボした時の新聞ですよね。これもね、どう置いていいかどう飾っていいかわかんなくて、ずっと、そのまま置いてます。台湾のですね、中国時報っていうのと、こっちのですね、ニューヨークタイムズに掲載されたのは、こうやって飾ってるんですけど、このですね、47都道府県でこう明かされた、こういうやつですね。とかはね、どうやって飾っていいかわかんなくて、ずっと置いてます。っていう感じですね。はい、この辺も最近動画で紹介したような1997年からのジャンプだったりですね。あります。はい。もう本当にジャンプですね。この辺もいただいたものですね。これも検証で当たったやつですね。検証で当たったバッジですね。この辺布系ですよね。T シャツとかね、あります。で、もうこの部屋もいろいろ片付けるようですね。いろんなものが入ってます。いろんなダブった雑誌とかあるんですよ。なんでここにたくさん入ってますね。で、ここの辺りには、まあ、同じくフィギュアと、まあ、サインがですね、ちょっと今回の動画で見せれるのが半分ぐらいしかないんですけど、まあ、サイン色紙ですね。これ鈴木みのるさんとか、フィッシャーズの漫画のですね、油小路先生とかですね。いろいろあります。ちょっと見せれないのが結構あるんですけど、貴重なものをいただいております。っていう感じですね。まあ、これが私のワンピース部屋です。そんな広くないですよね。まあ、テーマはですね、この椅子に座って、ワンピースを読みながら、なんか気になることがあったら、もう、そこは歩かずにですね、もう、手を伸ばしたら全部情報が得れるようにしたいっていう元で作ってますので、あえて狭くしてます。まあ、男の基地って感じですね。でも男はこういう方が好きです。めちゃくちゃ広いよりも、本当に隠れ家みたいな基地にしたくて、こんな風にしてますね。で、まあ結局完成するのはさっきも言ったようにワンピースが終わってからだと思ってますので、またですね、その頃には動画を撮っていきたいなと思います。